ます。こんにちは、ポーテートでしょもてと向き合っていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。じゃあですね、ワンタッチパスをつけると何がどう変わるのかやっていきたいなと思います。ということで、過去にですね、一応ワンタッチパスの検証はね、やったことはあるんですけども、改めてね、環境も変わってきたことですし、やってみようかなと。それでやってみたらね、結構面白いこと分かってきて、僕の中でもね、一つ理解が深まったかなという感覚があるので、ちょっとそれをできるだけ今日はね、お話ししていきたいなと思います。ちょっと日本語にするの苦手なんですけど、日本語で言葉にするの苦手なんですけど、できるだけね、言語化していきたいなと思います。結構ね、このチャンネル見てる人は興味深いことが多いかなと思いますから、ぜひ見ていってください。まずはですね、皆さんそもそもの話になっていくんですけども、パス数値、これが上がるとですね、どうなると思いますか？グラウンダーパスとかフライパス、どっちにも言えることかなと思うんですけども、この数値が上がると何が変わりますか？パスの質が良くなる。その通りだと思います。その通りだと思うんですが、このパスの質というものに関してですね、僕は大きく2つの要素が絡んでいるんじゃないかなと考えています。で、その話をちょっとまずね、これ大前提として話しておかないと、この後の検証がわけわかんなくなっちゃうと思うんで、見ていきたいなと思うんですけど、まずこちらですね、イメージにはなっていくんですけど、僕の頭の中のイメージにはなっていくんですけど、ボールに対してですね、この赤矢印、これがですね、狙いたいパスの方向だとしましょう。狙いたいパスの筋道だとしましょう。そうした時に、実際の試合ではね、これが右にずれたり左にずれたりこうしていくわけなんですけど、そこのズレ、パスズレについてなんですけど、このパスズレに関してはね、先ほど言ったような要素が2つね、絡んできてるんじゃないかなと思います。それが今ここに書いてあるこれなんですけど、まず1つ目はミートのブレですね。実際の蹴りたいとこはここなんですけど、その中でちょっと右に蹴っちゃったりとか左に蹴っちゃったりとか、ボールのねこっちに蹴っちゃったりとか、それが結果的にボールがね変な方向に行ったり変な回転がかかったりとかするっていうところのミートのブレですよね。そしてもう一つ、これだけじゃなくてもう一つね、力加減のブレ、これもねあるんじゃないで絡んできてるんじゃないかなと思います。実際は 80% でね蹴らなきゃいけないのに 60% で蹴っちゃうみたいなね。で、結果的にボールがちょっと短いみたいな、方向は合ってるけどパスのズレはしてないけど短いとかね、そういう形になってくると。なのでその辺のこのブレ、この2つ、ミートと力加減ですね、ここの要素が大きく絡み合ってパスの質というものに、大きく関わってくるんじゃないかなと思いますので、こういったイメージをちょっと持った上でですね、今日は話聞いていただきたいなと思うんですけど、実際ですね、パス数値というもの、これが上がるとですね、この両方ともが向上していくという風に考えておくといいかなと思います。ミートと力加減どっちも上がっていくようなイメージですね。なんかパワープロ組んで例えるのがいいのかわかんないですけど、ミートとパワーゲージ両方とも上がっていくようなイメージ。パス数値を上げるとそういったところが両方ね上がっていくんだなっていうのはなんとなく持っていくと良いかなと思います。ちょっとここが結構大事なんでね、まずちょっと念入りにお話しさせていただきますけども、これがね大きく関わってきますよというところですね。というのを踏まえた上でちょっと今回の検証入っていきましょう。今回の検証方法ですね。検証方法はワンタッチパスを持ってる場合と持ってない場合でですね、パスをしていきながら、方向を変えたりしながらですね、違いがどう出てくるのか、そこをねちょっと見ていきたいなと。基本的にはキーパーとねパス交換をしながら見ていきましたよという形になっていきます。今回使っていく選手がこれリフの選手、アファネフっていう選手、こちらの選手も使いながらですね、ワンタッチパス、数値自体はねほぼほぼ同じ、どちらかというとリフの方が若干勝ってるって勝っている状態なんですけど、その状態でどう変わっていくのか、これを見ていきたいなと思います。ゴールキーパーとひたすらパス交換してみました。そしたらね結構面白い違いがあったんで見ていきたいんですけど、まずはパスなしから見ていきましょう。ちょっと早送りぐらいで見ておきましょうか。こんな感じでダイレクトパスねし続けました。で、ゴールキーパーはワンタッチパス持ってる状態にしてます。で、こんな感じでやっていくんですけど、これ見ているとわかるかな。これまずパスなし、ワンタッチパスなし状態なんですけど、わかりますかね。ゴールキーパーがペナルティーエリアから出ちゃってるんですよ。ほらこんな感じで。で、これなんで出ちゃうかっていう話なんですけど、パスがずれてるのももちろんそうなんですけど、どちらかというとパスが短くなっちゃってるんですね。なのでゴールキーパーが前に出ざるを得ない状況になってこんな形になっていると。で、しかもその後もですね、ゴールキーパーは頑張って返した後ねペナルティーエリアに戻ってるんですけど、その次のパスもやっぱ短かったりするんで、こうやってねやっぱずっと出続けてる状態になっているということがありました。で、これがですねワンパあるとどうなるのか見ていきましょう。こちらですね。わかりますかね。多少ずれちゃってキーパーがねペナルティーエリアから出ることはあるんですけど、その後はちゃんとねほら戻ってるんですよ。
パスずれももちろんあるんですけど、何より力加減のブレっていうのはちょっと少なくなっているのが分かりますかね。この距離に対してのパスがどれぐらいあればちゃんとキーパーがねそこまで動かずにパスが出せるのか、トラップできるのかっていうパスに出せてるんですよね。でこうやってちょっと短くなってキーパー出てくる時もありますが、このパス蹴った後にキーパーこの後ペナルティエリア戻ってますよね。これで戻っていきます。でこの時のもうペナルティエリアにいますから、ペナルティエリアにいるゴールキーパーに向かって力加減がちょうど良い状態で蹴ってるという形で、こうやってねペナルティエリアにはお互いね定位置に戻れている状態になっていきますよというかですね。これがねワンパあると出てくるんですよ。なのでこれね結構意外だったのが、方向のブレっていうのはねまあなくはないんですけど、どちらかというと力加減のブレの方が大きいんですよね、ダイレクトプレーの時は。それがワンタッチパスっていうのがつくことによって力加減のブレがすごく少なくなってるんですよね。これ結構大きくないですか。でじゃあね、これワンタッチパスない選手がですねパス数値上げてったらこの状況は変わるのかっていうところちょっと気になったんで見てきました。まずはですねグランダーパス70まで上げてきましたよというところで見ていくんですけど、さっきよりねパスずれ、横の方向のパスずれっていうのは多分少なくなったのかなと思うんですけど、ほらやっぱゴールキーパーね引っ張り出されちゃってるんですよね。やっぱパスが弱いのかな、力加減があんまりうまくできてないからって感じなんですよね。さっきのワンパ持ちのセンターバックよりですねパス数値は10以上ぐらいかな、10ぐらい高いのかなと思うんですけど、それでもこんな形になっているんですよ。どんどんゴールキーパー前に出てこられちゃうというね、短くてどんどんもうキーパー戻れないんですよね。これで戻ってもまた出てきちゃうみたいな感じになっちゃうんですよね。はい、そんな形になってましたよとですね。じゃあもうちょっと上げてみようというところで一気にちょっと80まで上げてみました。で見ていくとですね、ちょっと早送りしておきましょうか。80までいくとねパスやっぱ上手くなるんで、ゴールキーパーがペナルティエリアから出ることがねほんと少なくなったんですよ。めちゃめちゃ安定してませんか、さっきと比べると。ちょっと前出てもちゃんと次 2,3 本ぐらいで戻るんですよね。ちゃんと定位置に戻れるような感じになっていくと。これ何かというと、さっき言った通りですね、パス数値が上がるとですねミートとあとは力加減ですね、これどっちも上がりますよって話をしました。なのでここまで来ると両方とも上がってるんで、そもそもねワンタッチパスのブレっていうのが少なくなってきてるよねっていう感じですね。もちろんゼロではないですけどね、こんな感じで前に出されちゃうこともありますが、その後ね何本かパス回ししてるともう定位置に戻ってるんで、そんな形になっているのかなと思います。でただ80はね明らかにパスの質が良くなってるんで、ちょっとギリギリどの辺まで上げれば良いのかなっていうのもちょっと気になったんで比べてみました。次はですねパス75までグランダーパス75まで上げてみましたよというところですね。これ見ていくとですね75に関してはあんまり良くなかったですね。こんな感じでなんかね近づいてきちゃうし、でこれね近づいてきちゃう理由って自分が出したパスが遅いので下がっちゃうんですね。リフの自身が出したパスが遅いのでこれで下がっちゃうんですね。こうやってほらキーパーに寄っていっちゃうんですね。そのところが見えましたよというところですね。でその後立て直してもですねやっぱり、パスがねあんまり力加減が良くないので、ゴールキーパーがねペナルティエリアから出ざるを得ない状況とかね、そういったところがよく見られましたねというところですね。なので75まで上げても、パスの精度っていうのか方向のブレっていうのはさっきの一番最初のワンパ持ちのパス60代の選手よりは少ないのかもしんないんですけど、結果的に多分パス回し自体はすごくいびつになっちゃってるのがこっちの方かなっていうところですね。もうちょっと上げてきました。76まで上げてみました。そうするとですねめちゃめちゃ安定してませんか。キーパーがちゃんとペナルティエリア内にいて、こっちのリフの選手もセンターラインあたりにいてめちゃめちゃ安定してんのよ。でもちろんねブレてこうキーパー出ちゃう時もありますが、何回かしてるうちにですねもうちゃんとね2人とも定位置に戻るんですよ。だんだん戻ってきてますよね。こんな感じなんですよ。なので76になると
パス回しがすごく良くなるんですよ。念のためね、もう1個グラパ77まで開けた状態やってきました。こちらもね、ゴールキーパー最初ね、ペナルティエリア外に出たようなあったんですけど、その後何本かこうやってパスしてる手の方に戻りましたよね。なのでやっぱり76以上ぐらいかなになってくるとですね、パスのダイレクトプレーのねパスっていうのがだいぶ質良くなってきたなっていう感じはありましたね。はいというところで見ていただきました。でちょっとね話最初に戻していくんですけども、今回言ったミートのブレ、そして力加減のブレですね、これが特にワンタッチプレー、ワンタッチパスの時に関してはこの力加減のブレっていうのがすごく大きくなるんだなっていうのが分かったかなと思います。でこれがですね、ワンタッチパスっていうスキルがついてると、この力加減のブレっていうのがすごく少なくなっていくっていうのが分かったんじゃないかなと思います。通常のねパス数値だけで言うと75以上ぐらいのブレの少なさにはなってくるんじゃないかなと。グラパ数値が60代ってねかなり低くてもそれぐらい変わってくるんじゃないかなと思いますね。ということが分かってきたかなと思います。もともとパス数値が高い選手はじゃあワンパつけなくていいのかって話になってくるんですけど、それはちょっとまた違くて、この先ほど言ったミートのブレですね、このミートのブレとか、力加減のブレもそうなんですけど、ゼロにはならないんですよ。パス数値がいくら上がってもね、ダイレクトプレイに関しては。なのでパスがいくら高い選手でもですね、ミートのブレでですね、ワンタッチパス、簡単なワンタッチパスのがですね、変なところにボヨーンみたいな感じで蹴っちゃったりとかすることもあったりするんで、そこを限りなくゼロにしてくれるのがワンタッチパスみたいなスキルだと思ってください。なので、どんなにパス数値が高くてもワンタッチパスっていうのはつけることで効果があるよという形になっていきますので、その辺を押さえておくと良いかなと思います。ただ目安として話をしていくと、ある程度のプレーはパス数値が高ければワンタッチプレーでもどうにかねできる部分もありますよというのも理解しておくと良いかなと思います。ということでこれ言葉にしてみたんです。どうですかね、分かりやすいかな。ちょっと収録時間もすごく長くなっちゃってるんですけど、できるだけかいつまんで編集しておきたいなと思います。ということで今日は、結論です。ワンタッチパスをつけると主に力加減のブレが少なくなるとします。はい、ということでね、いろいろ見ていただきました。ちょっとどうかな、分かりやすくちょっとでも理解できたでしょうか。僕の頭の中の話がちゃんと言語化できてればと思うんですが、よく分かんなかったらコメントでいただけたらなと思います。ポイントとしては、パスの質っていうのはミートっていう部分と力加減、この2つが大きな要素になってますよというところで、このダイレクトプレイになるとこの力加減のブレがすごく大きくなるんですよというのも一つ押さえておくと良いかな。そこに関してはパス数値でね、ある程度は、解消できる部分もありますよというのも理解しておいてほしいというところと、逆に言えばですね、パス数値がすごく低くて、そこまで上げきれませんよっていう人はワンタッチパスこれをつけとくだけである程度改善できるんじゃないかなと思いますというのは押さえておくと良いかなと思います。どうですか、結構面白いズレというかね、なんかパッと見で一つ一つで見ていくとね、なんか多少ずれたのかなぐらいの感覚になるんですけど、こうやってね結構長い期間で見ていくと意外に違いが見えてくるというのが分かったんで、結構面白かったなと思いましたね。このミートと力加減ということの要素に関してはね、パスだけじゃなくてシュートとかでもね言えることかなとは思うんですけどね、そこに関してはまたいつかやりましょうということで、今回ねワンタッチパスというスキルについてね話していきましたよというところなんで、少しでも理解していただいて、参考にこういったものが理解したからってプレーが上手くなるかっていうのはちょっと話は別なんですけど、でも頭で理解しておくことでね、いろいろ見えてくるものもあるかなと思いますので参考にしてみてください。あとはフェノミナルパスとかね、今ペレ来てますけど、ペレはねワンパついてないとか、ついてない状態のフェノミナルパスはどうなんだろうとか、その辺もねちょっと調べたかったんで、今日はねワンパについて、まずその前段階としてワンパについてやってきましたよというところですね。少なくともワンタッチパス、このスキルはものすごくやっぱ優秀っていうことは一つ分かりましたよね。はい、というところでいかがだったでしょうか。この動画が良かった、参考になって面白かったなと思った方でね、高評価、チャンネル登録してあげると嬉しいです。ということで最後ね雑談して終わりたいなと思います。はい、ここから雑談やっていきます。いやどうですかね、分かったかな。ちょっとめちゃめちゃ長いこと喋ってるんだよね今収録時間。どんだけちょっとうまく伝わるんだろうかって気はしてますが、少しでも伝わってくれればなと思います。てかさ、やっと休み入ったんですよ7月じゃあ6月の終わりからねちょっといろいろ重なっちゃって休み1日もなくてですね別にブラック企業ってことじゃないんですけどものすごくちょっと
いろいろ重なっちゃってこんな感じになってしまいました。いやーちょっとまあでもどうにか乗り越えたんで、ちょっと今日からねこういうね時間がかかる検証とかはできるだけ今のうちにやっておきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。またちょっとね明日日曜日に配信できるかなとは思ってるんですけど、はいまたねよろしくお願いいたしますということで、いっぱい寝ますということで今日はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですねコメントで教えていただけたらなと思います。4万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方ですね、高評価チャンネル登録してくれると嬉しいです。はい、ということで今日はねワンタッチパスについてやってきました。優秀なスキルということが分かっていきましたし、なんか理論的にもねなんとなく見えてきた部分も多いんじゃないかなと思いますので、今後もねよろしくお願いいたします。ということで今日の動画はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。